軽いイカの魅力って何ですか？当たって合わせた時はね、まあ、一瞬止まる、止まってからあれ動かんって思った時、そっからぐーっと引っ張っていくあの感覚はもう忘れられんね。1年を通してエギングの集大成があるみたいな感じですよね。じゃね、まあ大きくなってきて、まあ気難しくなってきて、サイズが上がってきて、数も少なくなってきてって言って、その最後の締めくくりの、まあやっぱ手強いですね。手強いな。春ならではの島根の磯、もう最近ならもうその島根の磯っていうのが割とみんな決まってこの時期になればっていう憧れになってる場所でもあるんで、そこの渡船で磯に渡るっていうのが一つの最初の一歩かなと思います。だいたいこの島根は例年でその5月の連休ぐらいから起きるのが数が出ている、そんな状況の場所なんですけど、イカの行動パターンっていうのがだいたい壁沿いにずっと移動することがほとんどなんで、例えば磯回り、鳩とかの鳩回り、藻場があっても藻場の、木は藻に沿っての壁沿いで、港あたりでも船が通る澪筋の、掘り込んでる部分の壁をずっと伝って移動するような、そういう動き行動パターンがあるんで、そういう探り方をしていけば、取れるチャンスは増えるかなと。僕ここ初場所なんですけど、何もちょっと情報がわからない、水深、藻場の感じ、霜り、地形みたいなのがね、まずその最初始まってその辺でこうどんな感じかなっていう把握する作業っていうのがまずこうワクワクするですね、これ。どんな感じなんやろうって、こういう風のゆっくりした流れの感じと潮の感じとで、地形から見るどん深やなとか、そんな感じをまずなんかゆっくりこう思いながらね、この静かな感じでワクワクしちゃいますよね。今回ちょっと使ってる竿が新しくできたインクルードの、IS82 パラボリックアクションの硬い竿で、シリーズとしてはインクルードの IS82 と83があって、83はこれよりもちょっと柔らかい竿にはなってる。でパラボリックのアクションというのがざっくり言うと、そのバットでキャストができてバットでシャクルエギを動かすっていう、そういう操作ができるような竿に仕上げたいっていうのが始まりで、そこからそれを目標に作り上げたような竿です。僕自身の釣り方がそのリトリーブエギング、そのリトリーブしながら当たりを取るっていう釣り方をずっとやってるんですけど、9割ぐらいは
イカの口元、ゲソの真ん中のあたりにカンナがかかる。それはもうデータで結果的にそういうふうなことが出たので、じゃあそれはもうそのエギの動かし方によってそう取らないとせざるを得ないような動かしがあるんじゃないかなっていうんで、ちょっと追求していけば、やはりこのリトリーブで水平にずっと移動している、アピールして見せるけど、その寄ってきたイカがそのまっすぐ水平に動いているイカのエギの後ろから覆いかぶさるように確実にこう抱き込むっていう、そんなバイトがあるのも目視もしたし、でそれが何がいいかというと、大きなイカが例えば触腕でかかってきたりとか、どっかの足にかかって寄せてきた時に、その逆噴射の勢いで見切れしたりとかバレることもある。それを防ぐためにも口元に確実にかける。でバットが曲がる分、もうこっから先が曲がるんで、それだけの広い振り幅ができるから、曲がりながら押し込むいうイメージでライナーで飛びやすい。エギングでやっぱり飛距離っていうのはちょっと武器になるので、当然飛距離が出る竿で近場も狙うこともできるし、その辺がパラボリックのアクションだからこその有利な点になるかなと思う。だいたいこうやって入り口からドンブカ十何メーターあってぐーっとゆっくりゆっくりゆっくり上がってきてっていう地形やと思うんですよね。でそこのちょっと広なってるとこの中に真ん中に何かあるんかなっていう想定をしつつ、際沿いを通ってくるんかなっていう想定をしつつ、こういう感じですね。だから狭い湾やけど狙いどころはいろいろあるけど、それをやり続けないといけないというのがなかなか、夜中に入ってきて、夜に入ってきて、もうあの辺におるかもしれない。で今日上がってきて海遊の個体がゆっくり来るかもしれないとか、こういろんな想像ができるんですけど、全部がこう正解じゃないんでね、想像できることを全て当てはめていく、それを狙っていくっていうことですね。で現場でその一つ一つに、ここでイカがついてるだろうとか、ここで見てるだろうとか、この辺におりそうやなっていうところを操作していって、この辺で抱いたらいいなみたいなイメージを持ってやる感じですね。今はホールで張りながらこうサオティップで追従させて、ゆっくりフォールスピードと同じように落としていくっていうやり方を今してますね。でまたそれが通用せんなって思ったら変えていくんですけど、次々変えていくのがいいのか、いろいろ通してみて時間とか飽きてきたなって思ったら変えていくのかっていうのは、その時のいろいろなんですけどね。なんかこの辺ちょっと違うね。来たね。なんかそこ違和感があるなみたいなところで、パラボリックなんでバットが強いんで、こう耐えてるだけでバットの力でイカをグッと寄せてくれる、非常に人にとっても優しい竿、人の力が1でも10の力を発揮してくれるような竿で、その辺ずっとしゃくってイカを探っていくようなこのエギングにとってはすごい楽な竿になっている。で釣り方としては、多分あの辺にいるだろうところ
何度かキャストして引いていってる時に少し潮の緩みみたいなものが感じたりとか、重さを感じたりとかちょっと変化があったとこなんで、そこを重点的にリトリーブエギングで誘ってかけた一杯ですね。だから大体キャストするのはいるだろう箇所の先のキャストする場所でいるだろう場所を通過させ、それが追ってきて抱くであろう場所までを集中して、その自分でイメージした3点を過ぎた時点でもエギを回収する、その繰り返しの釣り方です。底やってエッジやって、スローに基本攻めてるんですけど、反応ない、どっちをやり通すかなんですけど、どっちもやりながら今はもうボトムは取らない、で比較的ゆっくり沈むエギでテンションをかけながらもかけすぎずにこうシューってやって、当たりはラインでラインが跳ねるかちょっと引っ張るかっていう感じで、こっちからは当たりを取りに行かないナチュラルな釣り方なんですけど、こうしゃくる時に、当たり気づいてません。でもここでこれで一回聞き合わせですね。だから無意識にこないやっちゃうと、もうパンって乗ってたってなって、またラインがフッってなった時にファッて離すんで、1回目のしゃくりの時は無意識の時はもうこれでしゃくり合わせは一応入れてるっていうことですね。そう全部のしゃくりの始めの時はそういうテンションかけない釣りの時はもうしゃくり合わせを1回目は入れるように意識している。それ意外と当たりを取らない釣り方っていうので僕の中では結構ありだから、釣れてたじゃなくこう釣った寄りに入るんですけど、わざと当たりを取らずにほぼこういぐいしてるような、抱いても動かないようなイカ、だからそういうのに対してはこう着路かな、でここで一回もう乗っとったらそのままこう無意識にやっちゃうともう下げちゃうんで、だからそこは気をつけてやってますね。だけどやっぱある程度同じことやって今イカがこう見えたりして動いてるのが分かったから、入っていって、止まってないっていう状況かなって、出ていくやつもおるやろうけど、なんかモバの方を見てこうグーンってなんか探してんのかなっていう、産卵意識と個体かもしれないし、それが産卵意識してる個体がタイミング的に7割おったら、3割は産卵意識してなくて普通の状態で捕食しようかなって回遊してるイカもおるっていうことやから、その辺に当たればいいかなとか、いろんなことを思いながらやるんですけど、答えはやっぱ分かんないですよね。しかもこういうワンドのところって意外とこう潮の動きが変化のタイミングが微妙なんでね、難しいんでね、流れ出したっていうんじゃないですけど、なんかちょっとした変化、重みを感じたり、なんかラインの流れ方がちょっと今までと違うなみたいな変化があったら、ちょっとこれ来んかなって期待してもいいんですけどね。でも得てしてイカが釣れてから次の一投投げた時に潮変わってたわとかってなるパターンも多いですね。だから釣り人より海の中の生き物の方が敏感なのは間違いないんでね、この辺はなるべくこう周りといろんな状況の感度は注意しながらやった方が面白いですね。
お、来ましたよ。すごい。来ちゃいましたがな。うん。もうカスいいっすね。カス抱き方してますね。うん。激抱き。ナイス。おお。オスやね。オス。うん。まあ見せてから水平で引っ張ってきてもうしっかり確実な捕まえ方をしようとするからもうがっつり抱いてくる。まあ僕の中ではこれがちょっと理想的なかかりかなっていうところですね。釣れましたね。最後にね。すごいねラスト。一応このパラボリックで最大のなんかアクションを生かした、もう風に向かって正面にこう逆風の中ライナーで投げて誘ってテンションかけながら引いて乗るみたいな。でそのちょっと当たりがあって一回緩めたんやけど、その後にちょっと合わせたような形だったね。まあでも思い通りの一杯ってことですよね。まあちょっと、サイズよりもなんか思った自分のこう描いた通りに結果が出たのは嬉しいかな。イカの神様いてますね。さすがです。ありがとうございます。今回インクルードっていう名前でなんかまたパラボリック自身もう進化して思っていた以上のものは仕上がったもんね。まあやっぱり画法人のパラボリックのシリーズ、そこからやっぱり今比べて持つとやっぱ進化してますね。だいぶ。その画法人の時になんでできなかったんですかね。いやもうベースが普通のインロー好きとか、次にしてもそうやけど、それをベースに考えたりとかしてバットアクションの竿っていうのを作ったんで、それの最高峰が出来上がって使ってたけど、もう何年かずっとやりながら途中で真ん中も曲げられへんかな。でインローの変わるものって考えたら他にいろいろ策あるんでしょうけど、プットオーバーで一回やったらどうかなっていうんで組んでみたら、他の機種にはプットオーバーちょっと合わなかったけど、パラボリックに関してはもうプットオーバーの方がよりパラボリック感が出る、発揮できるような組み立てができたなっていうのがもう結果的にね、インクルードでパラボリックがまたね大きくなったっていうのは嬉しいことやね。そんな感じですね。そんな感じですね。確かに。